でも金はどうするんだ？大学も出てないお前は今も貧乏のままなんだろ？そんなんで二人で暮らせると思ってんのか？母さんの金を当てにしてるなら忠告しといてやるよ。介護保険なんかで大人二人が生きていけるなんて思うな。家もないくせに。電話越しでも兄が昔同様、蔑んだ目をして笑っているのがありありと分かった。馬鹿にするのも大概にしてほしい。今の私は昔とは違うんだから。言いたいことはそれだけ？心配いらないから。もういい？これ以上お兄ちゃんと話すことなんてないんだけど。ずいぶん生意気になったんだな。今まで生きてこられたからって偉そうにするな。女のお前は負け組。男の俺には一生勝てないんだ。貧乏人が強がるな。さっきから勘違いしているようだけど、私は別に貧乏人でも何でもない。ちゃんとそれなりの給料を得ています。へ？私の返答に兄は間抜けな声を出す。そんな兄に私は事実を告げた。私の名前は美香子。夫の優斗と3年前に結婚。仕事もやりがいがあり、幸せな日々を送っている。こんな幸せな日々が私に訪れるなんて思いもしなかった。亭主関白で男尊女卑が激しかった父のもとに生まれた女の私は、兄のように自由気ままに生きさせてはもらえず、虐げられる日々が当たり前だった。父が私を虐げていることをいいことに、兄も私に対してはいつも命令口調。友人の前で見下した発言をしたり、馬鹿にしてくることもしょっちゅうあった。それでも私が何とかやってくれたのは他でもなく母のおかげ。父にも兄にも口答えできない母ではあったが、私のことを必ず助けてくれた。無理難題なことを押し付けられた時は母が代わりに引き受けてくれ、忙しいはずなのに私が泣いていると寄り添って泣き止むまでそばにいてくれた。だが年齢が上がるにつれ、兄は意地悪なことばかり頭が回るようになっていく。母が私をかばえないようにうまく手を回すのだ。母が私を助けると父に告げ口をして、結局父が母を怒る。それを知った私は自分が強くならなければいけないと泣くことをやめた。時は過ぎ、私が高校3年に上がった頃、女が学歴を持ったって意味がない。大学には行かせるつもりはない。高校を卒業させてもらえるだけありがたいと思え。そう父に告げられた。当時、兄は私立の大学に行き、勉強など一切せず、毎日のように遊び歩いていた。理不尽を突きつけられたのにもかかわらず、私の心は冷静だった。そうなるだろうと、心のどこかで諦めがついていた。私は、わかりました、と引き下がった。だが、母の思いは違っていたらしい。その晩、私の部屋に来て、母は私の前で涙を流した。ごめんね。大学に行かせてあげられなくて。ボロボロと泣く母に、私は笑顔を向ける。気にしないで。もともと大学に行くつもりなんてなかったんだ。高校を卒業したら働こうと思ってるの。もう目星もつけてるんだ。強がりだ。母もきっとお見通しだっただろう。しかし、母は私の言葉を追求することなく、ありがとうと言って、今までこっそり貯めたお金を渡してくれた。そのおかげもあって、私は高校を卒業と同時に実家を出た。母に協力してもらい、アパートを契約。一人暮らしをスタートし、全国展開しているカフェで働き始めた。それが十数年前の話。母には実家を出て以来会っていない。たまに連絡を取り合っており、
父が他界した際には一緒に住まないかと提案したこともあった。だが、母は家に残ることを選択。自分の幸せだけ考えなさい。そう言って母は私の提案を断った。私が結婚した際にも同じ提案をしたが、同じ文言で辞退。今は兄家族と一緒に同居している。そんな中、夫の母、私にとっての義母が亡くなった。その話をすると、母は葬儀に参加するという。しかし、葬儀が始まろうとしているにもかかわらず、母は姿を現さなかった。連絡を入れると、急遽用事ができてしまい行けなくなったと返事が返ってきた。葬儀より優先する用事なんて。胸がざわついた。心配になった私は再度母に連絡をする。しかし母から返ってきた言葉は、自分の幸せだけ考えなさいという言葉だけだった。その日はそれ以降連絡しても帰ってこなかった。亡き父や兄には私同様虐げられていた母だが、しっかりとした芯を持っている人だと私は思っている。なので、きっとこれ以上聞いたところで、きっと母が何かを打ち明けてくれることはないのだろう。今まで通り、たまに連絡を取ってお互いの近況を伝えるくらいが母にとっては良い距離感なのかもしれない。そう思った私はこれまで通りたまに連絡を入れることに。その連絡には母も返事をしてくれた。そんな日々を送っていたある日、仕事から帰ると玄関の前に影が見えた。不審に思いながらそっと近づくと、そこには車椅子に乗った母がいた。え？お母さん？実家からここまでは電車で3時間以上かかる。驚いた私は声を上げずにはいられなかった。母が来ることも知らなければ、母が車椅子生活になっていたことも知らなかった。よく見ると服装もボロボロ。ぐちゃぐちゃな髪は後ろで一つにまとめられている。声のする方に視線を向けた母は私の姿を見るなり号泣。私はとりあえず母を中に入るよう促し、車椅子を押した。ごめんなさい。美香子に迷惑かけるつもりなんてなかったんだけど、どこにも行くあてがなくて。肩を抱いて何とか母をリビングまで運ぶと、母は消え入りそうな声でそう言った。そんな母の姿に、私は喉の奥がぎゅーっと痛くなる。迷惑なんて、私、久しぶりに会えて嬉しいよ。ずーっと会えずにいたから。そうね。美香子が一人暮らしを始めてから一度も会っていなかったものね。元気のない笑顔を向ける母に、私は我慢ならず質問をした。今日はどうしたの？私、お母さんが車椅子になったことなんて知らなかった。言ってくれれば迎えに行ったのに。それに、服も髪もボロボロじゃない。お兄ちゃんにひどい扱いを受けてるんじゃないの？私の問いかけに母は押し黙ってしまう。重い沈黙の時間が流れたが、しばらくすると母はぽっつりぽっつりと話し始めた。実は週一からはずーっと召使いのような扱いを受けていたの。お父さんが亡くなってからは余計に拍車がかかってね。お嫁さんもそれに週一の息子。私にとっては孫なんだけど、みんなから毎日毎日いろんなことを命令されてね。そんな。車椅子になったのはちょっと前のことなの。階段から落っこっちゃってね。だけど、車椅子になろうと周一たちの態度は変わらなかった。それに、介護保険だけ受け取って私へはいつも通り家事をさせるの。さすがに耐えきれなくなっちゃってね。母の言葉に我慢していた涙がこぼれた。もちろん兄家族への怒りも湧いたが、
それ以上に自責の念に駆られる。こんなにも辛い環境下に置かれていたのに、母の優しさを改めて感じる一方、その優しさに甘え、母の辛さに気づくことができなかった自分を責めずにはいられなかった。今、私が母にできることはこれしかない。ねえお母さん、やっぱり一緒に住もう。きっと優斗も分かってくれる。あんな家にもう帰っちゃダメ。私は母の手に自分の手を重ね、強く握りしめる。すると母も握り返してくれた。ありがとう。そう言い、母は静かに涙を流した。帰宅した夫の優斗に事情を話すと、優斗は真剣な顔で母の今後について話し合ってくれた。夫は男尊女卑を嫌い、平等を大切にする人だ。私の過去も知っている優斗は、母にずっとうちにいてくれていいと言ってくれた。無事に家主からの許可も下りたことで、母との同居の話は本格的に進むことに。翌日休みだった私は、母と一緒にデパートへ行き、母の洋服を購入。そして美容院に連れて行き、髪を整えてもらった。新しい服に着替え、髪もきれいにしてもらったことで、母の顔がかなり痩せこけていることに気がついた。ボロボロの服装やボサボサの髪にばかり目がいってしまい、気づけなかった。私は母に食べたいものは何かと聞く。すると母はちょっと恥ずかしそうに、プリンと答えた。3人暮らしが始まって1週間が経った。母に必要なものも揃え始めて、やっと生活も落ち着いた気がする。母の携帯が鳴ったのは、優斗と改めて母の歓迎会をしようと話していた時。電話の画面を見た瞬間に、母の顔がこわばる。兄からだとすぐに直感した。出なくていいよ。私はそう言ったが、母は苦悶に満ちた表情をしながらも通話ボタンを押す。今まで逆らったことがないため、出ずにはいられなかったのだろう。電話からは十数年ぶりに聞く兄の品のない声が聞こえてきた。おい、今どこにいる？なんで帰ってこないんだ？お前がいないから洗濯も溜まってるし、毎日外食なんだぞ。お前がいないことがわかると介護保険が振り込まれないんだよ。今すぐ帰ってこい。帰ってきたらまず掃除からしておけよ。一方的に怒鳴って電話は切れた。久々に兄の声を聞いたというのに、懐かしさなどは全く感じない。私の感情は怒りで満たされていた。今までの後悔が怒りに変換されていく。過去の自分は兄に歯向かうなんて考えられなかったが、今は違う。昔、母が私を助けてくれたように、今度は私が母を助ける番だ。私はすぐに兄に電話をかけた。美香子です。お母さんは私の家にいます。そちらに帰す気などありません。これからは私たちと一緒に暮らします。もうお母さんを頼らないで。怒りに任せながら発言したものの、初めての反抗に私の胸はドクドクと激しく鼓動していた。言ってやった。私は過去を振り払えたような達成感に包まれる。しかし、そんな私を兄は鼻で笑った。美香子って、お前生きてたんだ。女のお前が一丁前に母さんと暮らすって？人一人養うのにどんだけ金が必要か分かってんのか？俺はずーっと母さんを養ってきてやったんだぞ。頼ってたのは母さんの方、俺じゃない。嘘つき。さっき介護保険がどうとか言ったじゃない。お金ももらっているのに、家事もすべてお母さんにやらせてたんでしょ？なんだ、お前も母さんの金目当てってわけか。そんなわけ。
私が兄の言葉を否定しようとしたとき、兄が予想だにしない発言をした。いいぜ。文句があるならお前が母さんの世話しろよ。え？いいの？いい。車椅子になってから使い物にならなかったから、こっちだってせいせいするわ。もっとしつこく母の帰宅を要求してくると思っていた私は、一気に気が抜けてしまう。きっと兄は私に母を養う財力があるわけないと思っている。それを確信させるかのように兄はこう続けた。でも、金はどうするんだ？大学も出てないお前は今も貧乏なままなんだろ？そんなんで二人で暮らせると思ってんのか？母さんの金を当てにしてるなら忠告しといてやるよ。介護保険なんかで大人二人が生きていけるなんて思うな。家もないくせに。電話越しでも兄が昔同様、蔑んだ目をして笑っているのがありありと分かった。馬鹿にするのも大概にしてほしい。今の私は昔とは違うんだから。言いたいことはそれだけ？心配いらないから。もういい？これ以上お兄ちゃんと話すことなんてないんだけど。ずいぶん生意気になったんだな。今まで生きてこられたからって偉そうにするな。女のお前は負け組。男の俺には一生勝てないんだよ。貧乏人が強がるな。さっきから勘違いしているようだけど、私は別に貧乏人でも何でもない。ちゃんとそれなりの給料を得ています。え？私の返答に兄は間抜けな声を出す。そんな兄に私は事実を告げた。私、あれから一生懸命働いて、今はエリアマネージャーを任されているの。お給料もとてもいいし、お母さんからお金を受け取らなくても十分に養っていけるわ。そんなうまい話あるわけない。第一、お前は高卒、学歴も持ってないお前がそんないい給料もらえるはずがない。兄は明らかに焦っていた。無理もない。ずーっと見下していた私が立派に働いていたんだ。驚かずにはいられないだろう。大人が一人増えるってのがどういうことが分かってんのか？部屋も必要だし布団もいる。母さんのものは家にあるし、服も必要だろ？食費だって倍かかるんだぞ。家のこと何もしない割に、そういうことはわかるんだね。お兄ちゃんに言われなくても、そんなことわかってるわ。母さんのものを送れって言ったって、送んないからな。着払いなら送ってやってもいいぞ。その代わり、荷物を詰める手間として金を渡せ。いらないわ。もうお母さんには新しいものを用意したから。え？兄の息を飲む音が聞こえる。そろそろ現実を理解し始めたらしい。それじゃあ、さっき言っていたことは本当なのか？嘘を言ってどうするのよ。学歴があろうとなかろうと、見てくれる人は見てくれているの。頑張っている人のことをちゃんと評価してくれるの。お兄ちゃんこそどうなの？私より学歴あるくせに、お母さんからお金をもらわないとやっていけないわけ？そう。見てくれる人は見てくれる。夫や義両親がそうだった。私の言葉に、兄は苦し紛れに嘘を叫ぶ。そんなことはない。ただ母さんが自分から払うって言うからもらってやっただけだ。そんな兄が滑稽でならない。じゃあ別に、お母さんが私と暮らしたって問題ないわよね。お母さんのお金がなくても平気なんでしょ？俺は別に構わないけど、お前が大変だって言ってんだよ。どうせ家だって一人暮らし用の賃貸なんだろ？引っ越しも必要だし、今まで以上に金がかかる。いくら金に余裕があるって言ったって、お前には無理だ。母さんは俺たちと暮らした方が、お前のためでもあるんだよ。兄はそう言っているが、母のお金目当てなのがバレバレだ。私のためを思ってのような発言をしているが、今までの仕打ちもある。そんな言葉を素直に聞き入れることなど、到底不可能だった。そんな言葉信じられない。
どうせお母さんのお金が欲しいくせに。そんなわけないだろ。俺はお前のことを心配してたな。心配？笑わせないで。今まで散々私のことを虐げてきた人が今更何言ってんの？私は結婚して家も建てて幸せに暮らしているの。夫は私が働いている会社の社長の息子だし、お母さん一人くらい問題なく養えるわ。お兄ちゃんに心配してもらう必要なんてない。私が言い放つと、母が私の腕をポンポンと叩く。母の方を向くと、母はうなずいて携帯を渡すようにと手を差し出した。母は強い決意をした目をしている。美香子が言った通り、私はこれから美香子と一緒に暮らすことに決めたわ。もうその家には戻りません。それに、その家は売ることにしたから。は？少し離れた場所にも聞こえるくらい、兄は大きな声を出して驚いていた。その家は、お父さんが亡くなった後、私名義になったの。もう住まないんだから売ることにするわ。だからあなたたちはさっさと出て行ってちょうだい。そんな、母さん、いくらなんでも身勝手だ。兄がすがるような声を上げたとき、電話越しに女の声が聞こえてきた。はっきりは聞き取れなかったが、兄を逆なでしたことは間違いない。その証拠に、兄は突然、怒鳴り声を上げた。うるさい。母さんが出てって介護保険も入らないし、家を出て行けとか言われてるんだぞ。どうするんだよ。もう金がないんだぞ。お前が母さんをこき使うからだ。母さんに謝ってなんとか戻ってくるようお願いしろ。その後も兄は電話の向こうの相手、おそらく嫁であろう人と口論を続けている。お互いに母が出て行ってしまった責任を押し付け合っているようで、内容は聞くに耐えないろくでもないものだった。しばらく兄たちの会話に耳を傾けていた母はため息をつく。そっちの話はそっちでやりなさい。もう電話は切ります。それではさようなら。母はそう言って電話を切った。電話をぼーっと見つめる母と、その隣にいる私の肩に、優斗が手を置く。二人ともお疲れ様でした。よく頑張ったね。夫のその言葉に、私と母は抱き合って涙した。それから数日後、母は実家を売却することに。義父が知り合いの不動産屋を紹介してくれたので、スムーズに契約を結ぶことができた。家を追い出された兄家族だが、ボロいアパートに引っ越した直後、嫁が出て行ったらしい。どうやらあの電話の後も喧嘩が続き、その上、母がこなしていた家事を押し付けられ、耐えられなかったようだ。家事などしたことがない兄と甥っ子の男二人の生活はすぐに崩壊。近所からクレームが来るほどのゴミ屋敷となってしまったそうだ。近々そのボロアパートからも追い出されることになったと噂で耳にした。一方私と夫は仕事を辞め、夢だった自分たちの店をオープンすることに。男女関係なく、障害があっても平等に働ける。そんなお店を目指している。母は実家を売却後、私にそのお金を受け取ってほしいと申し出てくれた。だが私は断った。母には今までできなかった分、自分の人生を楽しんでほしいと伝えた。母は私の言葉を聞いて、家を売ったお金で介護付きの老人ホームに入ることになったらしい。私は寂しい思いもあったけど、母が新たな自分の人生を歩んでくれるならと後押しをした。老人ホームに入ってもまた会いに行こう。私はそう思いながら母の新しい人生を応援しようと心に誓った。